シャークだよなんちゃって異色肌ギャルとかやってます。みやこって言います。すごいメイクを今日はしたんですけれど、夏って言えばサメ映画が見たくなる季節ですね。サメ映画を見たいなというみやこは2匹も顔の中でサメが対決していて、さらに私自身もサメになったみたいな感じで今日はやってみたいと思います。スタート。カラコンなんですけど、グラムクレアさんのアッシュグレーなんですが、これは黄色とか薄ピンクとかにしても良かったかなって今思ってます。グレーとかもバッチリ合うので、ちょっと自分の目より薄い色の方がいいんじゃないかな。ベースはキャンディードールさんのブライトピュアベースラベンダーという化粧下地を使ってます。ちょっとこのキティちゃんのシリコンパフを使ってます。これはラベンダーなのでくすんだ肌が明るくなる色です。他にもいろんな色があったはず。パッケージもね可愛いです。夏といえば崩れるメイク大変ですよね。このレブロンフォトレディプライムアンチシャインバームっていうメイクアップベースなんですけど、これは本当ね1500円ぐらいなんですけど、もう神コスメなので、しかも乾燥肌の私でも使えて、かつテカらないし、下地でも使えるし、メイクの上からポンポンポンってやればいいっていう、もう本当に神コスメなんで、夏のうちに買えるだけ買っちゃうっていう私は感じですね。いつも買ってます。ファンデーションは24インチコスメさん。結構これはですね、今回はがっつり厚めに塗ってみました。後々激しくなるのでカバーもがっつりとしてみました。これはですね、乾燥肌の私にはちょうどいい感じの、割とパサつかないというか粉吹かない系のファンデーションです。明るいベージュを使ってます。3ステップトゥースカルプトフェイススカルプティングパレット、長いこれは程よいお安いお値段でバッチリがっつり使える超マルチで便利なパレットなんですけど、私はもうこのシェーディングをがっつりバッチリ使ってます。今日はこの鼻の下とか顔の周り全部とか、特にここのエラはがっつりと削って、あとこの頬骨の下にもちょっと入れてます。これぐらいのメイクなんで、目だけ派手すぎてでかく見えるかなと思って全部こうがっつり濃いめにしてます。こっちもニックスさんの Love You So Much ハイライティングパレット、寒色系のメイクなので、この白い青みがかったピンクがかった白をハイライトにして入れてます。この T ゾーンにスーッと入れてます。こちらフェニックスアイラッシュサポートジェル。私はまつげエクステもしてるので、今回はつけまつげもつけてるんですけど、保護のためにこれを塗ってます。これも神コスメキャンメイクラスティングマルチアイベース01、少量でいいんですけど、目の周りとかにね薄く塗っとくと、こういうカラーメイクを派手にするときはバッチリ生えてくれるので、あくまで薄くしないとちょっとベタつくので、ただライナーを引くところにはあんま使わない方がいいかなっていうのが個人的な感想かな。ちょっと油っぽいのでよれないようにこう粉をはたくところに塗ってください。こちらもニックスさん Love You So Much シャドウパレット LYSMSP01 が2種類あるんですけど、カラフルな方ですね。これをベースにしつつ、これも入れたり、あと光に真ん中にねこれを入れたりとかしてますね。この目頭のところとか光らせてます。海感をね出してます。ジフリースターのエクスペンシブという色でキラキラとした青ですね。エメラルドグリーンです。シャドウとチークみたいなこう代わりに全体的にファーっと塗ってます。ベースというかこの辺とかにもファーっと塗ってます。これはもうキラキラな海になってくれっていう願いを込めて塗っているのと、なんでこの辺も塗ってるかっていうと、この辺全体がディープウォーターみたいな、なんかこうディープな海なんですよ、私の中では。なのでここが全体的に海になるように、ここもこう立体的にしつつ、これがだからこうシャドウとかシェードとかこの色とまた後で紹介する色で賄っている感じになってます。ジフリースタンのもう一個のパレット、濁った青
みたいなポイズンって色と、はっきりした青スワローっていう色をかなり使ってますね。今回この下とかにもうっすら使ってはいるんですけど、こっちに弱い方で描いてからさらに輪郭を濃い方で描いてるって感じですね。そうすると陰影効果がより強く出るという感じで描いてます。端っこの方とかサメだよっていうラインをこのスワローっていう色で小さな筆でこう描いてるんですよ。濃い部分で言うとこここういってこう描いてこうみたいな、このねサメの輪郭をすごく描きました今回。この二重のところに輪郭描くとちょっとあれなんで、二重の上の方に行くことで二重幅も増やして立体的に見せようという効果も実はあります。で今回はこの3種類のパレット使ってるんですけど、これ何度もちょっと行き来して直したりとかなんとかっていう風にしてるのでちょっと紛らわしくてすみません。こちらもニックスさんで、これ私好きなんですけど、フォーホワイトアイライナー FWL02 何色か存在してて、白系がねピンクと、これは水色ですね、薄い水色。メイクしててもこれわかんないくらい自然な水色なんですけど、これをですねどこに今回使ってるかっていうと、目のこの粘膜ラインというか、もう全然粘膜より外側にいるんですけど、超ギャルメイクですね。これ実は超デカめにしてます。また目頭をくの字にしてこうやってこう描いてでっかく目を描いてます。白目を。このシリーズねめっちゃいろんな色あるし超使えるので、ラッキートレンディってとこですね、製造元。すごくはっきりと色が出るので、これを今回は眉毛に使ってます。ディープブルー感がね出るように。これ自体は結構普通に青って感じなんですけど、なんでアイシャドウで描かなかったのかっていうと、全部同じ色にしちゃうと眉毛が眉毛って分かんなくなるので、ペンシルでパキッと眉毛は描きました。さらにこのスワローでですね、エラ尻尾みたいなあたりを濃くしてます。これはもう微調整を永久に描いてますね。ライムクライムダイヤモンドデューっていう、その中でもドラゴンっていう青の中にいろんな色のラメが入ってるフェスな感じの色合いのキラキラのリキッドのアイシャドウなんですけど、この眉毛に塗って、あとこのシャドウの外側をイメージしたくらいのところに描いてます。でもサメの中ですね、描いてます。このマジックグリッターオーロラ、これは岡田屋とかで手に入れました。見た目サラサラに見えるんですけど、このいろんな色のラメが入ってて綺麗なんですけど、ぺったりというか、もうリップクリームに近いような感覚なので、このほっぺのこの辺あたり青いのを塗った後に、深い海なので海にね細かいキラキラがあるかなっていう感じでキラキラーっと描いたり、あとは唇もよく見るとキラキラーっとこう塗ってみました。またもやニックスさんのホワイトリキッドライナートランサーリキッドブランク、読み方合ってるかなこれねお魚だよっていうラインを描いて、サメ特有のこういうやつ選んだと思うんですけど、この時ですね描くポイントとして、二重より全然上のラインで描くよみたいな、こっちの下のもそうですね、目も巨大効果を狙ってるんです。ちまちまといっぱい描いてます。白パキッとこれだけ濃い色描くと出すのが大変だったので、ちまちまと何度もなぞりながら、そんなに絵も上手くないので慎重に描いていて、そしてですね、ロレアルパリカラーリッシュモイストマット B901、 超ネイビーな感じの、他の色も売ってるんでおすすめです。トン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 って手で全体的になじませてます。下は少し目で、上にほとんどなじませて、紺色のリップはゴスっぽい時も使えるし、ロレアルさんなんで変なパサパサ感とかない、安っぽくないんですよ。質感がねちゃんとしてる。あと見た目が高級感ある紺色おすすめ、使いどころあるよ。でリッ
ペラさんのペリスインクベルベットスーパーヘビーローテーションになるの確実なティントリップです。めっちゃ発色が良いし、この唇の内側だけ塗ってほわーって塗りました。サメといえば口の内側の下側がなんか赤いから、下側は赤にして上は青にしてっていうカラーにしてみました。サメ感。インテグレートスーパーキープリキッドライナーブラック999、普通のリキッドライナーで大丈夫です。目頭のところからスッと描いて、目尻はそこまでスンと伸ばしすぎず、サメが潰れちゃうといけないんで、ここの目の下まつげをつけるよってところまで、これは大きめにここぐらいまで引いてます。こっち太めで、こっちはほとんど細めで、両方目頭も描いてます。牙をね、サメっていっぱいあるんで、なんで上の方にいっぱい描いてるのっていうと、サメってなんかこういう感じなんですよ。こういう感じなので、下の牙がいっぱい生えてるよみたいな感じを出したくて白いアイライナーって世の中にいっぱい存在するけど、白いリキッドのアイライナーってあんまり存在しないんですよ。こんなに白がパキッと出るライナーはなかなかないので即買いですよね。超便利ですよね。それで最後にですね、このオーバーラインの二重のところにサメちゃんの目をね描きました。目を入れるのは最後だろうってね、龍描く人も言ってるし、サメの目も最後に描いてます。デカめぽさとサメの目だよみたいな、瞳を閉じればほらサメみたいな、よりサメ感をね出すために描きました。最後までニックスさんの白ライナーの出番なんですけど、海の中なんで水玉というか気泡だよみたいなのをそばかすみたいにこういろんなところにファーって描いてます。青い海の中のチークに白い気泡がいっぱいあって、ああ海だなーみたいな、なんか沖縄だなーみたいな、沖縄にサメはいないんですけど気分にさせてくれるような、鼻にチーク入れてそばかす入れるみたいなのは色が違ってても使えるテクなので普通に可愛いです。他がベースの色でも白でそばかす描くの最近可愛いなと思い始めたのでおすすめです。はい、こんな感じでサメが出来上がりました。まあデカめで定番ダイヤモンドラッシュさんと下付け間はデカめの方がインパクトかなーって思って、むしろ黒を強めないと自分自身の目がお亡くなりになるかな弱くなっちゃうのもなーって思ったので、ドリーウィンクさんちょっとこれよりバッサバサのまつげでも全然大丈夫だと思いましたよ。やっぱ濃い青なので全体的にサメだからね、目頭が白のまつげとかだとギザギザさせたいってところがあるんで、髪の毛は、ヘアビューロン、私は髪が短いので 26.5mm の方で使ってます。サメっぽさみたいなのが外羽かなって思ってサイドを外側カールとかしてみました。外羽は夏っぽさもあるので内側はあんま見えないんで、この辺外側とかをカールにしてやるといいかもしれないですね。サメ皆さんどうでしたでしょうか。なかなかねやる機会のないサメメイク、私はこの夏ねとんでも設定のサメ映画が見たいっていう気持ちなのでサメをテーマにしてみました。サメ好きな人がどれだけいるかわからないんですけど、ただ誰かのためのメイクっていうのも楽しいんですけど、たまには自分の好きなものをテーマにしたメイクっていうのも、ノリノリなメイクをしてみるのも楽しいですよ。自分の好きな動物だったり映画だったり顔をお絵描きにしてみたりとかするのも楽しいです。そんなわけで皆さんメイク楽しんでもらえてたら嬉しいです。では私はインスタグラム、ツイッターいろいろやってますのでよかったら見てみてください。そしてこちらのチャンネルも登録ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。じゃあねー。